おはようございます。画家の小木曽です。皆さんお元気ですか？今日はですね、水辺に、女性が寝ているというまた攻めた作品となっております。水の中にある、透明な水の中にある石とか、水の流れみたいなところ、油絵で描いてますけども参考になるんじゃないかなと思います。ぜひ楽しんでみてみてください。それでは本編、どうぞ。それで解説していきますね。こちらの作品なんですけども、こう寝ているものですね。8号の作品やったと思います。これ本当にもう、できてすぐにガロさんが取りに来てですね、ありがとう、福岡の人ありがとうございました。取りに来ていただいてですね、いつもね、書いているふりをして、おはようございますって振り返るね、パターンをずっとやってたんですけども、作品がなくなっていたという、ことなんですけども、今、寝ている、明るいところにボンと光を当てて、インパストという風にで、白味といういつもやってる下地、もうこれも古典で出しているんですけども、図録の方にはちょっと載せていないので、ですね、動画で、見るぐらいしかできないかなと。あとは本物を見ていただいて比較するということしかできないんですけども、もう私、ですね、ちょこちょここのパターンというか書きます。好きなんですよ。自然と人間の中でも水と、もう夏場しかなかなかね、妻が服着て中入っていくというね、ことでございますけども、オフィリアという作品があるんですね。ジョン・エバレット・ミレー、ジョン・エバレット・ミレーでよかったっけ？オフィリアという作品があるんですけども、それがすごい好きで、ちょっとそのオマージュということで、オマージュですね。パクリではないですね。もう本当に歴史的に言うと、あれ1800何年ですか？40何年ぐらい？今適当に話しますよ。時代がこの辺かなでこの辺か。ごめんなさいね。出しておきますけども、オフィーリアという作品が好きで、ちょっと水の中と人みたいなもの。で、本当になんかね、水、これは一つの利点ですよね。田舎に住んでいるという利点ですね。こういうところに取材に行けるというところは、田舎にいて、メリット、デメリットあるんですけど、デメリットの方が多いかもしれないですけどね。またでも都会に住みたいという気持ちにはならないけど、若干都会に憧れるというところ、若干もうこの九州の地は飽きてき、友達がね、本当にいい友達がいっぱいいる。飽きてき、すみません。ちょっと叩き筆で叩いたりとかですね。もういきなりギュッといきます。かなりぐーっと短くしてます。古典の出している作品ですので、ね、本物との作品を見比べるという機会にもなるかなと思って、今回こういう風に短めの動画とかにしていってます。これはパネル自体を縦にして水が流れていってるのにあれするためには縦の線のが楽なんですよね。これだから手が下から出てるのはそうやってパネルを縦にして描いているということですね。でこの辺、こういうとこ見てほしかった、今回ね。ちょっとね、ってやっているようなところとかは、なかなか参考になるんじゃないかなというふうに思いながら見ております。細かいまずは一番明るいところを描いていきます。目安となるような感じで、それが波があって、ね、水の波があって、ちょっととどまってるようなところとかってキラキラと光ったりするんですね。で、そういうところとかにちょっと絵の具の厚みみたいなのをパンと乗せたりとかして、一層目というのは少し大きな作りみたいなどんどんと作っていきます。私自身はその細かく端っこからギューッと全部細々って描いていくタイプ。そこまで忍耐がないんです、おじさんにはね。で、ちょっと大まかにドンと描いて、そこからより細かくしていくみたいな感じで描いていくということをしていくんですね。という感じで。色も少し少なめに単色に近いような感じで、少しあるぐらいの感じですね。唇とかすごくビビッドな鮮やかな赤みたいなのは、ちょっと初めから強い色とかを置いておくんですけども、少し絵の具を置いていっています。背景、後ろのとことかに水が当たっている岩みたいなのとかですね、ちょっとキラキラ光ってるような岩とか、水辺みたいなのとかを参考に皆さん見てもらえたらなと思って、そういうところを中心にお見せできたらと思っております。一応下書きもしてあります。墨で書いた下書きが。で、ただもうこの辺はもうカチッとそのまま写真を見ながら写してるってことをしてないです。そんなもきついので僕はある程度頭で理解してこうで透明になってだからこう見えるのかなということを考えながらやっていってます。
皆さんもですね、その辺というのは、皆さんでいいんですよ。こう写真そのまま頑張ってと。僕はどっちかというと絵の具というもの、油で溶いた油絵の具と呼ばれるもののこの粘調性とかを活かしながら、水のね、表情とかに描くには結構適しているんじゃ、ねちょーっとしている水飴状のような感じの白とかを使って描いていくので、合ってるんちゃうかなということで、こう、チュチュというふうに描いていくんですね。でこの辺というのは、この辺りにこうなって、だから水がこう明るくなってという、だから本当にこう、ペントントントンと置いていくでしょ。でも、それが、また一層二層になって、それが複雑になっていくんですよ。複雑になっていくというような感じですね。ちょっとね、初めて見るとかね、あんま見たことないという人は何をしとんねんって感じかもしれませんけど、これが後から何かになってきますので、で、これ完全乾燥後です。すみません、突然来るのは。一層目が、一層目の仕事ですけども、完全に乾燥後、おおよそのなんとなく黄色っぽいなと、下の色が透けて見えるね、その水の中の色が透けて見える、ちょっと青っぽく見えるぞとか黄色っぽく見えるぞというところを大まかにこう塗り分ける。でも初めに塗ってる白とかの絵の具が厚かったりするから、完全に消すって難しいので、グレーズっていうわけではないけど、ちょっとこういう風にこう少し色を塗り分けていっているという感じです。で、それをこう指ですり込んだりとかして、絵の具自体がそんなにこう厚くならないようにして、洋服なんかもこうね、せっかくこう描いたのにこう、結構思い切っていくでしょ。スカンブル、ほら思い切っていくでしょ。でも下に塗ってある絵の具っていうのが消えるわけではないので、こういうのをこう構造ですね、絵の具の構造みたいなのを使っている。重層重なりの層、重層構造という風に作っていってると。で、こう、人体のね、形がこういう風に入ってますよとかっていうのを少しこう理解しながら描いていって、肩なんかこう光がボンと当たってるからかなり生の白に近いのをドンと置いてみたりするわけですね。でも洋服との色の違いみたいなのを微妙にこう出してあげやんといかんぞとかっていうこともちょっと大事なポイントですよね。で、塗った絵の具を少しこう伸ばしていったりとかしながら微妙にこう微妙なこう、この辺のこう陰影みたいなのが少し先ほどやとコントラストが強すぎるなと思ったんで少し柔らかめにしてみたりとかしたりとかね、顔のところもどれぐらいの色に持っていったらいいかなと、コントラストを強くした方がいいかそれとも弱くした方がいいかとか、その辺っていうのは自分の中でこうね考えながらやっていきます。そして塗った絵の具をこうある程度筆跡をなくしていくということで、叩き筆というのでポン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 と叩いていくというような感じでポン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 と叩いていっておりますポン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 と。で、その絵の具を引き伸ばしていくというようなことをしていってます。これ10号か。ごめんなさい。8じゃないかな。10号という作品ですね。本当にこう、水とかは面白いですよ。まだまだ僕は描けてないなと思います。だから自分にとってはこう、課題というものはまだまだあるので、まだまだやらなあかんなと思うことがたくさんあります。ね。たくさんありますよ。で、この辺っていうのはこう、光をボンと当てていくイメージで、明かりとこう、ドンと置いて、さあ、どの辺までどうしてそのグラデーションをどうしていくかとか、まだこう構え湯っていうかあんまりこうね色をつけているわけじゃないですけど、少しずつこう色をつけていったような描き方かなというふうに思います。この辺とかね、本当に耳のこういうところとかが軟骨があったりとかして、向こうから血管が光によって透けてきてるとかね、そういうところ面白かったりしませんか？やばいやつですね。変態ですね。はい。で、光をこうトンと当ててみたなっていう感じで、こう微妙なグラデーションとかをつけながら、微妙なグラデーションをつけながらということでございます。前回個展をやった日東画廊さんでやった時は2020年だったんですけど、あの時まだ登録者が多分1000人とかなんですよね。ぎゅーっと何か動画を上げて増えた途端でもそれでも多分1万人もいってないもんね。確かね2000人くらいかな。やりだして半年ぐらい。もうそんなもんですよ。YouTube 頑張ってやったんですけど、当時半年で多分何人ぐらいだったかな。で、もう本当にこうなんか、1年やって1万人ぐらいいったんですよ。どんどんどんとこう動画が上がった瞬間があった。収益化って言って、要はなんか CM つける、もう1000人超えたらつけること可能なんですけど、つけたらババババババーっとこうやっぱね、YouTube さんがあれしてくれたんか、忖度してくれた。忖度してくれたかわからんけど、おすすめかなんか上げてくれたんか、ババババーっと増える瞬間があるんですね。あれ面白いもんですよ。で、今ちょっとこの辺というのをこう叩き筆とかでこう叩いてこうぼかしながら、絵の具を置いてまたこう伸ばしてとかっていうことをしていっております。
面白いですよね。アメリカ資本のあれなんですけど、やっぱこう皆さんがそれぞれ個人がこういうふうにこう自分のなんかね番組を持てるなんていうのは面白いなと思いますし、勝手なことも言えますしね。一応ガイドラインありますので、その辺は気をつけながら言うて言いますけども、楽しくおかしくこうね続けていけたらと思うんですけども、もう3年もやっててまだ今んとこ飽きてないですね。若干編集がめんどくさいなと思うのは、開始当初からあるんですけど、動画自体をこう繋いでいったりするの自体はもう嫌いじゃないっぽいですよね。誰でもねめんどくさいじゃないですか。テロップ入れたりね、文字入れたりするのはね。それぐらいはもう頑張ってね、食いしばって頑張ろうかなと思うんですけど、お手伝いしてくださる方とかもいるからですね、非常に助かりますけど、本当にこう絵の具をこう滑らしながら、この辺なんかは本当にこう私の動画見て、油絵ってと思ったかもしれないですけどね。油絵ってゴテゴテと乗せるものやっていうふうに考えられてた方もいると思うんですけど、それもあっていいんですよ。それもあっていい。だからそこが僕はいつも言うてますけども、こういうふうに決まりみたいなのはないんですよ。こうじゃなきゃいけないっていうことはなくて、こういうのもありますよ。こういうのも。それあとは好き嫌いですから、たまにそういうお前ねなんか嫌いやとかコメント来るんですよ。ね、そのお前の絵なんかそのね、1分か2分別のことすればいいのになと僕なんか思うでしょ。また毒吐いて、また敵が増える。ね、ごめんなさいね。はい。で、この辺のこうね、影の中の腕のこの辺のとかっていう色をどういうふうにこう、最後こう、フィニッシュに持っていくかなとかっていうことを考えたりですね、絵の具のこう、筆致みたいなのを、どういうふうに置いていくかっていうことがね、大事やっていうこととかですね、考えながらこうやっていきます。で、この辺なんかこうね、ちょっとほら黄色っぽいのを薄く塗ってある上にまたこう絵の具毛先にペンでつけちゃうね、そういうネチネチ。日本人はこういう仕事意外とこう職人気質的なのはやっぱ写実絵画的なのが人気があったりするというか、やりたいという人も多かったりする。僕は実は何度も言ってるんですけど推奨してないんですよ。だって敵増えるだけじゃないですか。森本壮介先生って先生と一度だけお会いする機会あって少しお話しさせていただく機会があったんですけど、ね、またライバルが増えたって言われましたそうやなと。森本壮介先生、野田先生といてですね、でちょっとお話しする機会があったんですね。あの時そんなことをおっしゃってて、うわ面白いと思って、またライバルが増えたじゃないかなんておっしゃってて、もう僕はもうごもっともで、もう本当に唯一無二っていうね、でこの辺なんかね見てください。抽象画みたいでしょ。本物をぜひぜひ見てくださいね。あれ皆さん見られました？ドクター X っていうね、ドクター X っていうドラマがあるんですけど、東帝大学というところが中心にこうドラマが進んでいって、あの人ですね、西田敏行さんがね、なかなか味のある役してるんですけど、で東帝大学のもう校訓っていうか大学の校訓が唯一無二なんですよね。それがずっと後ろにかかっててものすごい面白いんですけどね。すみません、ドクター X っていうね、見られた。この辺のこう紫なんかは紫色塗ってないですよ。青と赤を混ぜた、フタロブルーみたいなフタログリーンやったな。フタロブルーみたいなのとスーパーマゼンダみたいなのを混ぜた紫なんですよ。で、これ2層目が終わりました。ほら、まだ色味ないでしょ。ここからぐーっと色つけていきますよ。ここからが好きやっていう人も結構いるかもしれませんけど、これ薄く紫色をグレーズした後です。そしてこの辺がこう黄色を塗ってみたりとかですね。これは例えば赤ですね。これはもしかしてちょっとこうブライトレッドライトっていう松田さんの色かもしれませんし、ちょっとスーパーマゼンダを入れてみたりとか、なんかね、もうこの色じゃないですよね。油絵の具の場合はやっぱりこうパレットとかで混色してで塗っていって、で画面の中でも多少こう混ざり合わせたりとかしてとかいう感じでやっていくんで、なんかね、この色を絶対使いますという、またそれがこう環境や状況ねによってこれが水の反射光があってこうあってあってとかってあるから、絶対にこの色を使うんやとかっていうことがなかなか言えない。ごめんなさいね、本当ね。答えをね、求めていらっしゃる方もいると思うんですけどね。もうイエス、もうこれをこうしてこうやったらできるんや。もうプラモデル作りとかじゃないわけですからね。プラモデルを組み立てる時っていうのは結構そうじゃないですか。これとこれをやらんとダメとか。で、美術ってそうじゃないんですよね。だプラモデル作りを極めていった人たちは今度色塗りとかを頑張るでしょ。
あの段階ってこのガンダムはこの戦闘によってこうなってこういう風に汚れてって知らないですよ。やったことないですよ。適当に話してるんですけど、でもプラモデルのその着色とかするグッズの中に筆とかで面相筆みたいな細かい筆大量に入っててめっちゃ安い筆とかがあって、実は買ってみたんですよ。20本で1000円とかだったかな。1本50円。ちょっと使えたんですよ。まあ面白いなと思って、本当にこう、うわ、こんなん売ってんやと思って。だからプラモデル作りとかのその段階、その組み立てる段階ではなくて、もしかしてね、色を塗っていく段階とかあるじゃないですか。もうそういうのに似てるかもしれないですよね。なんかこうジオラマの絵を公表してほしいっていう方がいたんで、確かにそうかって考えながらふと思ったりしたんですけど、でこう耳のこう透けてるとかね、こう叩き筆でまた叩いて絵の具が乗ってある絵の具をまたこのちょっと動かしていってみたりとか、こういうところとかハイライトちょっと書いてみたりとかっていう感じで、すみません、完成をしていったということでございます。すみません、こうギュギュッと圧縮した動画でございますけども、皆さんの参考に何かがなってくればなと思って今回こう作らせていただいたという次第でございます。本物ぜひぜひまた見る機会があったら見ていただければというふうに思います。ね、こんな状況で書いているんだということ、この辺の点ってこれなんかなみたいな感じで展覧会を見に来るときにこうね、また見方が変わって楽しいんじゃないかなというふうに思います。本日もご視聴はい。チャンネル登録、プジプジ。全然面白い。